どうも、フィッシャーズシルクです。最近心霊の動画がないなといろんな人に言われたのでちょっと撮ってみることにしました。季節的にも夏じゃないですか、心霊って。なのでね、長らくやってなかったんですけど、ちょっと時間を置いてからやろうかなと思っていたんですが、あまりにもね、心霊の動画を出してくれってめちゃめちゃ言われるもんで、ちょっと久々に出そうと思います。で、今日何をやっていくかってことなんですけど、この家にね、引っ越してきたわけじゃないですか。そうしたことによって、今、新居で影響出てますか？すごい言われるんですね。なので、今回それについても語っていきたいなと思います。過去の家で起きたことなんかもね、簡単に説明できたらいいなと思ってます。初めて僕らの心霊の動画を見てくれた方にね、向けてちょっと話すとですね、ある時なんですけど、明確に覚えてる高校生の頃の修学旅行で一度、入られてしまって、修学旅行の記憶がね、ごっそりないんですよ。それから幽霊がね、頻繁に見えるようになったりとか、その以前からね、そんな感じはしてたんですけど、誰かいるんじゃないかなとか、よくそういう不可解なことが起こるとかはあったんですけど、僕、フィッシャーズのシルクロードがちょっと霊を見えてしまうことがあると。実例はね、話すよりどっちかっていうと映像に収まってるものを見てもらった方が早いなと思いますので、僕らのね、心霊スポットに行った動画とか、僕の家で起きたこととかね、もう動画になってますので、ぜひともそれをご覧ください。僕が一番最初に一人暮らしした家はね、もうひどくて、物件がひどいっていうか、俺についてきてるのかどうかわからないんですけど、物置からノックが聞こえて、誰だろうと思ったら、ちょっと顔がね、女の子の顔がスッと出てきたりとか、寝てる時ね、寝室にちょっとちっちゃい子が入ってきたりとか、ラップ音っていうのはね、僕の中ではあんまり心霊としてはあんまり受け取らないことが多いんですけど、今考えたらそのラップ音っていうのもひどかったですね。よく来る質問で、幽霊怖くないですかって言われるんですけど、いや、めっちゃ怖いっす。怖いんですけど、ちょっとずつ慣れてくるっていうところもあるのかなとは思います。昔の家でね、よくあったことみたいなのをちょっと話そうかなと思います。話してなかったものもあるかもしれない。大学4年生ぐらいの時に一人暮らしを始めて、それの1個目の家がだいぶやばかったんですよ。先ほど言った通りのいろんなね、霊とかいろんな人が来る家だったんですよ。2個目の家がやばかったのか、それこそ僕が連れてきてしまったのかわからないんですけど、かなりいろんなことが起きて、例えばちょっと心臓にね、ちょっと違和感があったんですよね、一時期。そんで健康診断を受けたらちょっと異常がありますよと。ね、俺の中でもね、疲労なのかなと思ってたんですけど、そういうことを喋ったりとか心霊の動画撮るときに、左目のこの辺にね、何なんだろうあれ、子供の顔みたいなのがね、ポッて浮かび上がるとかあったりとか、うちのメンバーの元木くんもね、ちょっと霊をがっつり見えるとじゃないんだけど、少し感じたりするみたいで、黒い影みたいなのがずっと見えてたんだよねとか、そういうのがあったんですよね。で、この家なんですけど、この家はね、今のところで言うと、まだ起こってないです。これに越したことないんですけど、ちょっと新鮮なんですよね。何も起こらない家に住み始めるっていうのが。一人暮らしして2軒ともやばかったんで、今回の3軒目がね、全く何もないんで、逆に動揺してるっていうところがあるんですよね。何の音も別に聞こえないし、変な感じとかもないんですよ。やっぱりね、独特なところってあるんですよね。頭がぐーって押さえつけられるような感じとか、背中さすられてるみたいな感じとか、鳥肌が急に立ち始めるとか、見られてるなとか、そういうのがね、今回はないんですよね。快適な暮らしってこういうこと言うんだなと。僕の中で結構幽霊が出るなっていうところがあって、それが寝室、物置部屋、浴室なんですよ。1個目の家でよく霊が出たのは物置部屋と寝室と、そこは正直リビングも出たんですけど、あと浴室。もうほぼ全部ですね。2個目の家は寝室だけでした。だけっつっても寝室に出てることには変わりないんだけど、今の家は特に物置とかも見たりとか、浴室とか見たりするんですよ、寝室とか。でも何もないんだよね。変なうなされて起きるとかもないし、頭がぐーっと押さえつけられるみたいなのもなくて、ここはね、かなり快適に過ごせてます。動画で話したかどうかわかんない話とかもね、これからしていきたいと思います。ちょっと今、お風呂行きましょうか。はい、今の家のお風呂です。ここでは本当に何も起きてないです。ただ、1個目の家の時に結構怖いことがあって、1個目の家のこの扉、ここはね、もう全面ガラスなんですけど、1個目の家のやつは透明じゃなくてすりガラスだったんですよね。そっちの方がね、浴室多分多いと思うんですけど、シャワーをね、こうやって浴びてた日があったんですよ、ある日。シャワー浴びて、気配するなーと思って、髪の毛ファーってやって、顔拭いて、後ろパッて見たら、人がドーンって立ってたりとか、シャワーの目閉じてる時に頭を押さえつけられるとか、そういうことはなかったんですけど、パッて後ろ向いたら多分子供だったんですけど、
すりガラス越しに誰か座ってたんですよね。がっつり見えるってよりかはちょっと薄い肌色でこうもやがかって見えるというか、そんな感じで子供が座ってて、僕がパッて見るとその子ねスタッて立ってそのままスーってどっかね走ってったんですよね。走ってった方向を見るとそこね僕のリビングと物置部屋のところだったんで、多分そっちに戻ってったのか、早く出てきてっていうサインなのかわからないんですけど、こう後ろでね子供にこう見られてる気配がしたのでパッて見たらいたってことがね1個目の家でありました。一番最近の心霊ってどれなんだろう。ちょっと見てみようかな。最近の心霊で言うと肝試し行った動画だね。あと沖縄のあれだね、ガジュマルの木かな。沖縄のね心霊スポットって言われたりしてるところで、ガジュマルの木っていうのがあって、心霊というかどっちかっていうと精霊に近いのかな。木に登ったり木を傷つけたりすると、火災が起きたりとかすごいねよからぬことが起きる。ただ願い事をするとそれが叶いますよみたいな木があったんですよね。そのあれもあってかおかげさまで視聴回数が最も多いクリエイターベスト10にね、世界ランク9位としてね入ることができたんで、あれはね良かった方に転んだんじゃないかなと思います。その時に願ったのどっちかっていうと健康面だったんですけど、今ね結構健康面いいのでちょっと良かったなと思っております。何遍も言ってるんですけど、まだ未だにコメント欄で言われるんでちょっとこう話そうと思うのは、この目がね右だけ二重になってるんですけど、これに関してはなんか両親ともどもそうらしいので、若い頃に片方ずつね二重になってくる。親父今両目二重なんですけど、多分俺もいずれ両目二重になるんじゃないかなと思うんですけど、結果から言うと今住んでる家は何不自由なく過ごせております。本当に何もない。ただ今まで霊がいる家にずっと住んでたから良くないんですよ。良くないんですけど、いつもと違うなっていう感じがあるのが怖いとこですね。何もないっていうのが一人暮らしして初めてなのでいいことなんですけど、多分それからあれじゃないですか、この動画のカメラとかにも音声で笑い声とか多分入ってないと思うんですよね。こっちに引っ越してきてからの多分動画に笑い声とか入ってないはずなんですよね。昔はね女の子の笑い声とか動画に入っちゃったりしてたんですけど、今多分ないと思います。皆さんはね実家にまたは一人暮らししてる家にね心霊体験、幽霊が出たことがあるっていう方いるのかな。経験ありますか？ちょっとそういうのね、できればコメントで教えてほしいです。もしかしたら、俺も気づかないうちにそれがあったかもしれない。過去考えたらね、もしかしたらってことがあると思うんで、皆さんぜひとも教えてください。最後ね、ちょっと明るく終われればなと思います。絶対にみんなに分かってもらえない幽霊あるあるー。印象に残ってるのが水花だけで、他の部屋の方が圧倒的に出現してる。見てくれてありがとう。セカンドリー、 Twitter、インスタ登録よろしくね。他にもいろいろやってるので各自確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、ありがとう。